カピラボ。皆さんどうもこんにちは。ダイエットの禁断症状が出てきました。カキさんです。今回チャレンジしていくのはこちら。はい、以前にも動画にした壊れている8700系です。片方は故障品、もう片方はおそらくリマーク品のやつです。今回なぜこれをまたやるかというと、Twitter を見ている時に面白いツイートを発見しました。PC 修理廃人さんという方が、6700系を修理したという内容だったのですが、裏面の抵抗が壊れていてその部分を交換したら治ったとのこと。そのツイートを見て、もしかしたら家にあるのも可能性があるのではないかと思いチャレンジしてみることに。では早速やっていきましょう。まずは早速観察から、今回はこの右側の CPU の修理にチャレンジしてみたいと思います。こちらは使えていたけど故障したという品。以前から割りして中を確認したものですね。以前は液体金属化をして使用されてたとのこと。目視で見えるようなダメージは見当たりません。そしてこちらは四角用に使うリマーク品ですね。裏側の基板は一緒で、コンデンサ等は同じものが使われていそうなのでこちらを利用したいと思います。リマーク品はドナー用、故障品は患者として使っていきたいと思います。ちなみに裏面はこんな感じ。顕微鏡を使って少し詳しく見ていきましょう。拡大してみるとこんな感じ。なんか一番上のこの抵抗にクラックが入ってるような気がする。この部分なんだけど気のせいだろうか？何か黒い線が入ってるように見える。この部分が壊れているかは後ほどテスターを当ててみようと思う。そして全体的に見てみるとこんな感じ。コンデンサーは、目視ではダメージがあるようなものは見つからないですね。破裂してたりひどいひびが入ってたりすればわかるんだけどね。拡大してるからチップコンデンサが大きいように見えるけど、一番大きいサイズのコンデンサでないと外すのもきついレベル。正直小さいのが壊れてたらこんなん直せないわな。ということで怪しいのはやはり抵抗かな？ではまずはテスターを当てていきましょう。まず最初に基板左上の抵抗の値を測っていきます。故障品の CPU の一番下の抵抗は121オーム。ちなみにそれぞれの抵抗の値は上のような感じらしいです。121オームだったら正常ですね。そして真ん中の抵抗は101オーム。これも正常値です。ここまでは正常ですね。さて、ここが問題ですね。あれ、ひびが入ってるように見えたけどしっかりと75オーム出てるな。値は問題ないし、ひびに見えたのはただの表面の傷のようですね。念のためリマークの方も測ってみましょうか。果たしてこちらはどうだろうか。下は120オーム、真ん中は100オーム、上は75オーム。こちらも問題はなさそうです。リマークも抵抗やコンデンサはしっかりとしたものを有用してるんですね。とりあえずここら辺は問題なさそうです。となると、故障品も他のコンデンサがいかれてるかただ単純にコアがいかれてるかのどちらかになりそうですね。なので、他のコンデンサの導通チェックをやってみたいと思います。一応大きめのコンデンサーからチェックをしてみたところ、左下のコンデンサーのみ何か値が大きい。しかもピーって音が鳴りません。なんかここだけ372オームって値が出てる。これが正常な値なのかが、動く8700系を持ってないからわからないけど何かおかしい気がする。ちなみにこちらで測定をしてみるとそんなに数値は上がらない。ここも他のコンデンサと同じでピーという音が鳴ってました。青い抵抗部分のオーム数は問題なかったから、問題があるとすればこの部分かも。チップコンデンサを外しても動くことが多いみたいなので、今回はまずはこちらを取り外して動作を見てみたいと思います。早速取り外し、といきたいところなのですがまずは動作確認をしてみましょう。このチップコンデンサを外す前に、どのような動作をするか確認しておきましょう。使うマザーボードはアスロックの H370 Pro 4。第8世代に対応したマザーボードを使っていきます。今回はコア部分にグリスを塗っておきます。そしてヒートスプレッダーを乗せて固定をしていきます。こんな感じ。この上にグリスを塗って、リテールクーラーを乗せれば CPU の準備は OK。メモリは1枚差しでやっていきます。それでは早速起動させてみましょう。組み終わったのでスイッチを入れていきます。スイッチオン。勢いよくファンは回り始めましたね。あとは映像出力が出るかなんですが、以前も映像は出なかったんですよね。ファンは元気に回ってますがやはり映像が出ることはありませんでした。ダメということで、まずはこのチップコンデンサを取り外してみたいと思います。耐熱と熱伝導のために下にアルミホイルを敷いておきます。そして余計なところのズレ防止のために、カプトンテープを貼っておきます。こんな感じですね。
さらに全体に貼り終わるとこんな感じ。取り外しをしたいチップコンデンサのみ露出をしている状態になっています。それでは作業をやっていきましょう。まずはチップコンデンサを取り外すために、こちらのフラックスを塗っていきます。このくらいでいいかな？マジでフラックスの適量がわからない。その後、ヒートガンで基板全体を温めていきます。プレヒートする感じですね。温めが終わったら、コンデンサーを直接熱して取り外しを試みます。温度も十分に上げて取り外しをしようとしたんだけど、ヒートガンの熱量が少なかったのかなかなか外れない。このまま熱し続けるのも怖いので、ハンダコテを使っての取り外しに移行します。デザインナイフみたいな形の小手先を使って、端子の両方が熱くなるようにやってみましたがなかなか難しい。なのでハンダを盛り直して取り外しをすることにしました。使われているのが多分鉛フリーでなかなか取れないんだろうね。これで融点を下げていきます。ハンダを持った後、両端に馴染むようにやってみました。お、片方外れました。もう片方もまだ少しくっついているので、こちらも取り外していきます。これで取り外しは完了ですね。ちなみに取り外したもののサイズはこんな感じ。めちゃくちゃ小さいです。あとは基板側の清掃をして、動作確認をしていきましょう。まずはハンダが残ってるからハンダの吸い取りからですね。もう一度フラックスを塗布して、ハンダ吸い取り線で吸い取っていきます。お、綺麗に吸い取れた。では、基板を無水エタノールで洗浄していきましょう。この作業結構好きなんだよね。わかってくれる人いるかな？ちなみに清掃が終わるとこんな感じ。かなり綺麗になりました。それではこちらをもう一度組み込んで動作確認をしてみましょう。ではこちらを組み込んでいきます。前回と同様組み込み、一応内蔵グラフィックが死んでいる可能性も考慮して GT710 もつけておきました。それでは早速起動させてみましょう。スイッチオン。今回もファンは回りましたね。チップコンデンサを取り外しても通電はしてるみたい。問題はこの状態で起動するかどうか。果たして結果はダメ映像出力が出ることはありませんでした。ちなみに内蔵グラフィックでやっても映像出力が出ることはなかった。正直淡い期待を持ってたんですけどね。残念ながらダメでした。なので、もう一度チャレンジをしてみたいと思います。とりあえずリマーク品の基板から、チップコンデンサを取り外してそれを移植していきたいと思います。これ自体が壊れている可能性もあるけど、どうせもともと壊れてるんだから試してみましょう。リマーク品から取り外したチップコンデンサはこんな感じ。テスターでチェックしましたが問題ありませんでした。それではこれを早速取り付けていきます。正直これの取り付けは結構しんどかった。他のチップコンデンサや接点に触れてしまうんではないかとビクビクしながらの作業。楽しいけどやっぱり難しい。やってみて思ったのは、私の限界は上についてる青い抵抗ぐらいまでですね。それより小さいサイズは無理そう。何度か調整をして無事取り付けもできました。とりあえず洗浄してテスターで値をチェックしていきます。テスターを当ててみると、ここだけ370オーム出ていたのが収まったみたいです。なのでこれでもう一度テストしてみたいと思います。それではラスト、3度目の正直といきましょう。組み込みをしてスイッチを入れていきます。スイッチオン。今回もファンは回った。頼む、動いてくれ。結局、映像出力はありませんでした。もともと動かなかったものだけど、怪しいなと思ったところも違ったね。とりあえずチャレンジしてみたけど、まだまだ勉強しないとダメだな。今回はこれで終了ですね。ということで、いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。メガサ、しょぼしょぼすんだよ。撮影しながら細かな作業はむずい。